筑紫平野。九州で最も広いこの平野には、暴れ川として有名な筑後川が流れています。その筑後川と筑紫平野北部にある背振山地、その間の地帯に弥生時代の遺跡として有名な遺跡があります。吉野ヶ里遺跡です。佐賀県に存在するこの遺跡は、年間約60万人が訪れる歴史公園となっており、その名前は必ず教科書に載っています。しかし、吉野ヶ里遺跡の何がそんなに特別なんでしょう。この動画で吉野ヶ里遺跡について確認していきましょう。吉野ヶ里遺跡の調査が始まったのは昭和56年の6月でした。当時この辺りは丘のようになっており、佐賀県としてはここに工業団地を作る予定だったんですが、ご覧の通りその計画は中止され、現在は吉野ヶ里遺跡歴史公園となっています。というのも、この辺りは以前から穴を掘れば文化財が出てくる地域として有名だったからです。団地を作る前に発掘調査を行うと、もちろんですが遺跡が発掘されます。調査を進めると貴重な副葬品や遺跡の広大さが分かってきたので、工業団地の計画は中止。日本全国から注目を集め、学者や観光客が押し寄せる事態に発展しました。そんな吉野ヶ里遺跡は弥生時代の遺跡ですが、そこからさらに前期、中期、後期と3つに分けることができます。前期から順に遺跡の様子を見ていくと、弥生時代前期には吉野ヶ里周辺に村が誕生しました。黄色い部分が人々が住んでいた集落のあった部分なんですが、特に注目してほしいのはこの集落です。この集落にはすでに環濠と呼ばれる集落の周りを囲んだ堀がありました。おそらくこの集落が中心となって村から国へと発展していったのでしょう。弥生時代中期になると南側の集落が大きくなったのがわかるかと思います。その集落を守るように大きな環濠が作られており、防御が厳重になってきていることがわかりますね。この頃になると赤で示されたお墓があった地域、リーダーを葬る墳丘墓や細長く伸びた亀棺墓列、つまり集団墓地も見られます。最後に弥生時代後期になると吉野ヶ里は最盛期を迎えます。国内最大級の環濠集落へと発展し、その内部にも特別な空間である2つの内閣を持つようになったのです。現在国営公園として復元されているのはこの頃の様子となっており、実際に足を運んでみると弥生人の声が聞こえるような体験をすることができます。さて、先ほど環濠、亀棺墓、墳丘墓といった難しい言葉が出てきましたので、それぞれがどんなものなのかお話ししていきましょう。まず最初に環濠という言葉ですが、これは漢字に注目してください。環というのは輪っか、濠というのは堀という意味なので、環濠というのは輪っかのようになった堀という意味になります。よく似た言葉に環濠集落という言葉がありますが、これは輪っかのようになった堀で囲まれた集落という意味です。吉野ヶ里遺跡を上空から見てみると分かりやすいんですが、このように輪っかのようになった堀で集落が囲まれていることが分かるかと思います。吉野ヶ里遺跡ではこの環濠の中を歩くことができるようになっていて、堀が V 字型になっていることやその深さを体験できます。しかし、そもそもなぜこのような堀を作る必要があったんでしょう。普通に生活するだけならこのような堀は必要ないはずです。このような堀をわざわざ作ったことから、この集落に住む人たちが何かを誰かから守っていたことがわかります。というのも、弥生時代になると財産を蓄えることができるようになったので、その財産をめぐって戦いが勃発するようになったのです。実際に吉野ヶ里遺跡からは首から上がない人骨のように戦いを思わせる遺物がたくさん見つかっています。物見櫓が建てられたのも外敵を偵察するためだったと考えられており、実際に上に登って周囲を見渡してみると、敵が攻めてきてもすぐに見つけることができるほど見晴らしが良くなっていました。そのように環濠集落というのは戦いを意識した集落だったので、逆もぎや柵といった防御設備が設置されており、吉野ヶ里遺跡は日本最大の弥生時代の環濠集落遺跡として知られています。それでは次に亀棺墓についてお話ししていきます。吉野ヶ里遺跡からは亀棺墓、土工墓、木棺墓、箱式石棺墓などいろいろな墓が見つかっていますが、特に多いのが亀棺墓です。
亀かんぼというのはご覧の通り、同じような大きさの亀を2個合わせたものです。人が死んだ時にこのように埋める方法は、北部九州の特徴として挙げられる埋葬方式で、吉野ヶ里遺跡には700基以上もの亀かんぼが列のようにまとめられているエリアがあります。しかし、その中でも特に異なる様相を呈するものが、吉野ヶ里遺跡の北部から見つかった墳丘墓です。調査が着手される前は小さな山のようになっていたので、櫓かなんかがあったんだろうと考えられていたんですが、実際に調査してみるとその評価は覆ります。現れたのは明らかに人の手で作られた盛り土と、その中から亀かんぼが見つかったのです。しかも亀かんぼの中からは副葬品として鏡や管玉、他には剣が見つかっており、中世の櫓跡なんかじゃない、弥生時代に築かれた身分の高い人の墳丘墓だということが分かりました。一度は保存のために埋め戻されたこの墳丘墓ですが、現在は再び発掘されて当時の状況が公開されており、発掘された状態での本物の遺構や亀棺を見学することができるようになっています。さて、いかがだったでしょうか。吉野ヶ里遺跡は実際に目で見たり触ったりすることで弥生時代を体感できる施設となっています。今回紹介したものはほんの一部なので、佐賀県を訪問した時にはぜひ立ち寄ってみてください。さて、次の動画では大和政権と古墳についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。